なんていうのかな、何かをする時っていうのはやっぱりこうある程度の計画性を持ってというか、計画を立ててこう進めていくっていうのが基本だと思うんですけど、時にはそのなんていうのかな、その計画っていうのをまた根本的にこう練り直さなきゃならなくなる時があるっていうのかな。うん。そういうこともねちょっとあったりすると思うんだけどね。うん。なんだろうな、こう初心に戻るっていうのかな、こうね、初心に戻るっていうのも大事なことだからね、こうね。うん。なんていうのかな、こうやっぱりね、最初からもうこれがなんかやっぱり違ってたっていうのをね、こうやっぱりある程度どっかで認めないといけないというかね、それを認めるのはやっぱり早い方が痛手は少ないよねなんて思ったりもするよね。そもそもなんでこんなことになってるかって言えば、この毛糸のね、この色がね、この毛糸、このなんつうの麻っていうね、この色ね、これがね、数あるからと思ってね、いっぱいあるからと思ってこれでお試しをしちゃったのが運の尽きっていうかね、ついつい編んじゃって調子に乗って編み進めて編んじゃったもんだから、じゃあこのままいっちゃっていいかななんつって思ったのがまずかったのかな。やっぱりこう色配色をねちゃんと考えないで、こうなんつうのかな、お試しのまま編んだものをそのまま使えばいいかななんつって軽い気持ちでね編み始めたのが間違いだったのかもしれないよね。やっぱりこうなんていうのかな、配色っていうのは大事だよね。自分の中でこうバランスっていうか好みっていうか、それはとっても大事だなってちょっと今回反省したっていうのかな。ちゃんと考えないとお試しのままそのまま突き進むっていうのはダメだよねって思ったっていうか、なんというかねえ。というわけで使うのはもちろんそのまま7号で、色はこちらの茶色ね、キャラメル色でございます。キャラメル色から編むことにします。おっと間違えたね。キャラメル色をそこにします。その理由は編み進めたらきっとわかるかなっていう感じでございます。じゃあちょっと大急ぎでもともといた場所まで追いつこうと思います。じゃあね、とりあえずそこはね、違う、こっちはないね。そこのこうでいいのか。そこはこのキャラメル色、キャラメル色で編みます。じゃあね、最初の輪ができたところからもともといたところまで一気にワープ。なんか柄が柄が結局ね、青復活。しかし柄がなんかよくわかんないな。というわけで
うーんうんうーんまあね、普通は筋編みでやるのがベストだから、まあ筋編みでもやってみたんだけど、なんかこう違うんだよな。こうなんつうのかな、こう自分がこう考えているものとはなんかちょっと違うっちゅうかもうね。そんなこんなでまたこう色を変えてみて、こうなんちゅうのかな、様子見っちゅうか、いつまで様子見してんだって感じだけど、そうね、これが一番かな。ですね、というわけでして、ここまでの瞑想っぷりをね、ご覧いただいたかと思うんですけど、結局ね、はい、ここまで編みました。ご覧ください。見てください。ね、なんとか、なんとか、なんとか続けて編んで、ここまで編みました。このぐらいの高さでいいかなっていうところまでね、編みました。ね。で、色はね、結局ね、青を入れることはやめ、この4色、灰色とキャメルと、キャラメルか。だから、胡椒色とキャラメル色と、この朝の色、違うわ、これはなんだっけ、あれか、象牙色か。ね。イボワールね、アイボリーだからね。で、それとこの朝の色っていうやつで結局、4色で編み進めまして、ここまでなんとか。まあこれがね、なんとなく私的には一番綺麗にこう、なんていうのかな、私のイメージ的にも、そして柄的にも、この色的にもなんか一番綺麗にこう出るかな、一番綺麗っていうか、まあこの色の繰り返しもね、考えて、それでなんとかこう綺麗に出たかなっていう感じで思ってるんで、ちょっとね、ここいらでね、ちょっとじゃあね、最後にね、こう巾着していくためにね、ちょっとここからね、またね、少し編んで、巾着用の紐を作っていこうかなと思います。いやーもうおかげで時間かかったわ。もう全然更新できなくてすいませんねっていう感じなんだけど、まあなんとかこれでちょっと進めるかな先にって思ってるんですけど、まあでもそれ以外にもね、いろいろ理由があってね、なかなかちょっとこれかなかなかちょっと更新が揺れた今、ごめんね。なかなか更新ができないっていうか、先に進めないっていうか、まあでもとりあえずここまで編めたんで、もうこれはあとはね、終わりに向かっていく感じなんでね。はい。で、これですね、ここは最後まで来たんで、この後どうしようかっちゅう話ですわ。で、まあそうだな、私的にはやっぱり中長編みで穴を作っていこうかなっていう感じかな。で、大きさで言うと、1234567 8でしょ、これが8で、全部で96目、96目ってことはなんだ、96目ってことは8で、8の倍数4、やっぱ4ずつかな。でもそんなに穴開けたらあれかな、多すぎかな。96って6で割れる？ 6 個ずつにしたらダメかな。6個ずつ。96って6で割れる？ 6、60、60、30で6、割れるね。じゃあちょっと、でもこう来た時に紐がどう出るかって話だよね。どう出るんだろう。ちょっと計算してみようか。計算して、ちょっと、紙。で、何個ずつこう編もうかなっていうのを考えた時に96目だから、96で偶数の穴の数にしたいので、偶数96、6個ずつでしょ。6個ずつにすると、何個になるの？ 96 を6で割ると16で88。はいはい、わかりました。OK です。じゃあね、6個ずつにしよう。で、6個ずつ。あんまりこう細かくほら穴開けてもなんか酔った時になんかギューって、なんだもあれかなと思って、ちょっと緩めっちゅうか感覚ちょっとほんのり広めにしてもいいかな、このサイズだったらっていう感じなんで、とりあえずね、ちょっとこれ
肋骨。中長編みにしようかな。こうして中長編み直接入れちゃおうかなっていう、いろいろ考えた結果、中長編みをちょっと待って、中長編みを直接入れようというね。ここからよしでこう引く。これでいいやっていうね。1、どうしようかな。これちょっとでもめんどくさいな。ちょっと待ってね。ここを割って入れるのもちょっとなんかめんどくさい気もしてきたけど、こうでしょ。どっちがいいかな。ここに普通に入れていこうかな。ちょっと待ってね。ちょっとここ入れてみるわ。ちょっと編んでみなきゃ。なんせ見た目の問題だからね。編んでみなきゃちょっと分かんないじゃん。実験何でもそう。どっちがいいかな。こっちでいっか。やっぱりやっぱりあれだわ。そのままメリヤスで編むことにしますわ。中長編みをね。こんな感じでさあ3、4、6個置きなんだから、また間違える。6個置きなんだから5個編んで、12345個編んで1個開ける。5個編んで1個なんだっけ、鎖編みね。でその次また1個開けて中長編みを入れていく。この方式でね、ちょっとね穴を開けていこうかなと。こんぐらいでいいんじゃない？長編みだとちょっと穴が大きい気も。どっちの方がいいかな。長編みちょっと待ってね。お試し長編みをちょっとここで1個お試し長編みを入れると、長編みするとどんぐらいの高さになるの？ほんとこれ編んでみないと分かんないからね。お試し長編みをすると、長編みなんやね。長編みだっちゅうの。これね、長編みをなんか変な糸出てきた。どっからやだわ。多分これ入れ込んでる毛糸が出てきたんだろうけど、ちょっとこれ後で処理するとして。ちょっと待って、どっちがいいかな。ちょっと1個穴開けて、ちょっと嫌だから避けて、ここね、ブツブツいってんだって感じだけど、よし。で長編みで編むとどうなるのって。長編みだとどうかな。ちょっと大きくなりすぎかな。入れる紐の太さにもよるけどね。いやでも長編みでもいいか。どうかね。いや長編みにしますわ。長編みにしてちょっと緩めにしておいて。おっとまただ。ちょっと聞いてくださいよ、この音。このせいもあってね、なかなか録画できなくてね。やっぱりパソコン落とそうか。ちょっとすいませんね。パソコンがまたすごい音し始めたんで切りました。はい、すいません。静かになった。はい。じゃあね、ここね、長編み。いきなりここね、あれですわ。いつものやり方とちょっと違くて、いきなりここ、長編みを入れていくんだけど、なんかもうやばいよ、パソコンが。やばい。あれかな、ファンを交換しなきゃいけない気がするんだけど、でも部品をね交換できるかなと思って探したんだけど、どこもない。売り切れで。ファンがもうちょっと3年前のねパソコンだから調べたらね、3年前だったわ。2年前かと思ってたら3年前だったわ。早いわね、月日が流れるのは。3年前のパソコンでちょっといろいろ部品のショップとか見たんだけど、ちょっと売り切れっちゅうかないわ。どうしようと思って。どうしたらいいんだろう。パソコン買い替えたくないんだけど、まだだって中身は全然平気なのにさ、
ファンだけさやばいんでさ、ファン交換すりゃいいのにさ、ちょっとどうしようって感じ。あれだよね、もうどうしようもない時、どうしようもない時のもう対処法っつったらもうあれしかないよね本当に。テレビとかもよくね昔やってた人も結構多いかなと思うんだけど、あれだよね、一番原始的な対処法をね、叩くってやつだね。叩く、怖い怖い。本当パソコン叩くとか本当嫌なんだけどでも叩くとねおとなしくなるんだよね本当にね。でよっぽどがない限りその後なんかあんまり音しなくなるから、だからそれなりになんか聞いてるっていうか言うこと聞くんだけど、でも怖いよね、いつ壊れるかと思ってさ、もうどうしよう本当に困ったな。そうそうでね、あれですよ、フランスはね外出制限今ねまだ続いてますけど、来週の、火曜日かな、火曜日に外出制限がなんて言ったらいいのかな、制限付きの解除っていうのかな。だから外出制限といえばまだ外出制限って言えるけど、ちょっと制限付きの解除っていう形になるのかな。だからね一応だからね出かけたりは問題なくできるようになるんだけど、ただ夜の外出制限っていうのはまだあって、で夜の8時以降から次の日の朝6時までは外出しちゃいけませんよっていう制限付き。そしてどうなんだろうな、人と集まるのは6人以上はやっぱりダメっていう条件もついてるのかな。そこまではなんかちょっとあんまり調べてないんだけど、でそれでただねその外出制限、夜の外出制限、外出制限とか外出禁止だよね実質上ね、外出禁止令ですよ夜のね、外出禁止令。なんかうちのあれですよ、家人が言ってましたけど、やっぱり戦争以来らしいね夜の外出制限ってね、なんかそうらしいんだけど、まあそれはいいとして、でただし12月24日の夜以外、夜は除くか、12月24日の夜は除くだそうですつまり12月24日はお祭り騒ぎじゃないけど、なんて言ったらいいの、家族との要はそのクリスマスのねディナーとかが基本的に24日にあるわけですよ。なのでそれはもう致し方ないと、もう伝統だしっていうことだと思うんだけど、それは致し方ないので許すっていう話ですよね。それはそれでいいんだけど、でもそれまでの間は基本的には例えばその夜のその8時前までにその移動してどっかに移動して、でその後どっかにこもって8時以降は出ないっていうのは OK らしいので、一応軽く旅行とか友達ん家とか行って泊まろうなんていうのは OK らしいんだよね。ただやっぱり基本的にはその人が集まるのは極力避けてほしいって話なので、できればおとなしく家にいろっちゅう話なんだよ基本的にはね。だから夜の外出制限なんだよね基本的にはね。でもなんかそれでなんていうの移動できるから、その県外地方をまたいでの移動とかもできるようになるんで、その制限なくなるんで移動のね距離のね。だからそれはいいとして、そのなんていうのかな、動ける人が出てくるからホテルとかもそれに合わせてこうオープンさせるっていうところもなんか出てくるらしいんだけどね。ただだよ、レストランバーはまだ全部閉まってるわけですよ。なので外食は基本的にできない。でお持ち帰りで例えばホテル泊まるんだったらホテルにデリバリーしてもらうとか、あとはホテルでもそのレストランがついてるホテルっていうか、そのルームサービスやってるようなホテルは一応レストランは表向きっていうか、その表向きって何て言ったらいいの、その普通の客には開けてないけど宿泊客にはこうルームサービスするよっていう形でやってるとこもちょっとあるみたいなんで、それね一応なんかそういうところはレストランでは食べられないけど部屋でルームサービスで食事はできるっぽいね。ちょっとねやっぱりね、いやお店自体はね飽き始めたからね、お買い物とかは普通にできるし、以前みたいに買い物普通の生活費の買い物も一人じゃなきゃダメっていう話だったんだけど、その辺はなんかもう緩いんで全然2人とかで買い物、うちもこの前家人と昨日か行ってきたけど、
そういう買い物は何の問題もないし、だからお店はねそこそこみんな開けてる感じ、ただやっぱりレストランとかバーとか、あとはその劇場とか、そのなんて言ったらいいの、その娯楽関係の施設だよね。娯楽施設っていうのはまだ全然開けれなくって、でそれでなんかね、やっぱ今度デモがあるみたいだけどね、来週の頭にでもね。でそれで笑っちゃったのがさ、スキー場、スキー場ちょっとね、なんつったらいいのかな、斜め上行ってるって言ったらいいのかな、よくわかんないんだけどさ、それ聞いた時びっくりしたけど、本当にそうなるのかちょっと私もね、不正確っていうか、一応うちの家人が言ってたことをなんか言うと、スキー場は開けるんですって。いいですか皆さん、スキー場は空いてるんです。要はね、言い方を変えると、ゲレンデは空いてますとかいうことですよ。ゲレンデは空いてます、滑りたい方はどうぞ、ただし、リフトゴンドラ動きませんっていうことですということです。はい、ゴンドラとリフトは動かしませんっていうことでどうすんじゃん。まあだからほら、なんていうの、ゲレンデのさ途中に家がある人とかいるじゃない。その例えば山荘を持っててね、その山荘がゲレンデの途中にあると、自分とこのシャレがね。そうすると、まあ、そこから下に滑るのはいいよね。でもどうやって戻ってくんだいっていう話でね。で車がそこまで上がれる、家まで上がれるんだったら、まあね、またこう車で上がってきてとか、そのピストンでね、こう何度も何度も、上下したりするとかできる、そういう人材がいる人はいいけど、そうじゃなかったら自分の足でまた上がらなきゃいけないわけでね。あれですよ、スキーの初心者の頃ってさ、やっぱりまだリフトに乗れないから足でねいくらか登って滑るっていうことするじゃない。でもあれだってできたってさ、200メートルとかだと思うんだよね。400メートルだって上がっていけないよねって話でさ。そうだね。だから上まで行けるっていうか、その家が上まであって、上まで普通に車でこうやって上がれる人のところはさ、まあ、ガーッとゆっくりのんびりね一本滑って下まで降りて迎えに来てもらって、で車で戻ってくるなんていうこともできるのかもしれないけどさ、でもなんて言ったってあれだからね、まあそういうね山荘持ってる人はいいけど、ホテルとかだとやっぱりレストラン空いてないわけだから、外に食べに行けないでしょ。そうすると出前っつったって、そんなところに出前やってるような店があるのかっていう話だよね。客も来るかどうかも分かんないのに、そんな出前やるような店ってか、出前なんかレストラン開けてやってくれるのかっていう話だしねっていう話で、だからやっぱりそのレストランがついてるホテルだったらいいのかもしれないけど、でもやっぱりニュースで昨日言ってたけど、なんかあれみたいだね。期待してホテルは開けて、そしたらなんかそのクリスマス用のクリスマスの間のそのバカンスの予約は結構上々っていう話だよね。だからやっぱりレストラン空いてなくてもまあ来る人は来るよねっていう話で、もしかしたらそういうホテルはねあれなのかもしれないけど、レストランがあってルームサービスができるのかもしれないけどね、よくわかんないけど、まあそんなこんなでね、なんかなんとなくその、クリスマスに向けてまたいくらか街がこう動く、いくらかねみたいなね、でそれであれですよ、31日、はい、31日どうすんのって話、31日どうすんのって話ですよ。普通はね31日っつったら友達同士と集まってね、こうなんつうのかな、シャンゼリゼ、普通だったらねシャンゼリゼに出てこう、ハッピーニューイヤーでシャンパン開けてみたいな、そういう感じなわけですよ、パリっちゅうのはね。だから結構ね、その31日の夜っていうのは友達同士で集まる感覚なんだよね、こっちはね。日本と逆だよね、友達とか恋人同士でこうワイワイガチャガチャお祭り騒ぎするのが31日なわけで、それでそこでそのどうすんだっちゅう話で、そうするとやっぱりね、こうあれだよね、やっぱりお上がね考えていることってなんとなくわかるよね。トラディショナルなことっていうか、そういう家族のことはそれほどなんていうのかな、その目くじら立ててどうのっていうのは特にないっていうか、むしろやらないと文句が出るぐらいのね。だけどやっぱりなんかこうなんていうのかな、外になんかわちゃーっとその鬱憤話でなんかしようっちゅう人たちが夜中に出てギャーギャー騒がれるのは困るぞっていう意図が丸見え中華なので、31日はあれです、夜は外出禁止です。夜の外出禁止はそのまま続ける。8時以降、8時から朝6時まで、1日の朝6時までは外出禁止というわけで、若者よ外に出れませんぞっていう話、そうするとほら警察にとってはさ楽なわけよ。例えば
若い人がねチャラチャラ外に出てね騒いでいたらね取り締まれるわけ。取り締まられるなんていうの、その口実ができるわけよ。だからさ、今ねいろいろな問題があってね、フランスもね、まあちょろっと日本でももしかしたらあれかもしれないけど、ニュースあったかもしれないけど、デモとかでねやっぱりこう壊しまくる人たちが出て、まあ大変なことになってるわけですよ。街の中で結構デモがあるとね大変なことになっちゃうわけで、そういうのもあるし、だからなんていうのかね、いろいろそういういざこざっていうのを防ぐためにもやっぱりそういう若者が出やすい日っていうのをちょっとこう抑えたいなっていう感じだよねきっとね。なので31日は出るなと。で夜8時以降はおとなしくしてろと。ほいでもって、でもそんなこと言ったってね、みんなねあれだよね、外に出なきゃいいんだろっつったらね、友達んちとかでねわーわーキャーキャー騒いでパーティーやるのは目に見えてるんだけど、それをどうやって取り締まるのかってね、結局個人宅にいたら取り締まりもないからね。だってねガーって家の中に入ってくわけにもいかないだろうし、まあそれはそれでいいんだけど、でもとにかくその外に出歩く人をまあとりあえず少なくして、外でいろいろギャーギャー騒ぐ人を一応これで取り締まれるぞっていう話ですわね。コントロールしやすくなると。だから花火もないだろうね。花火とかねないよきっと。だからね、まあうちはねもう何もしないから、いつもね家でね、まったりしてるだけなので別にいつもと変わらない年末年始なんですけど、でもねやっぱりねどうなんだろうね、年明けたらまた増えんのかな。だって基本バカンスだからね、やっぱりね。いくら外出制限がそうなんていうのかな、ある程度その緩んで、まあ夜間外出禁止だけみたいな形になってはいるけど、基本的にはみんな集らないでくださいねっていう風にはなってるから、でもみんな集うわけですよ、やっぱりバカンスなんでね。それだからまたバカンスの後ねあれだよね、1月の半ば過ぎぐらいからうにょ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 んってそのねデータがね数字が上がってくのかなと。まあ分かんないですけどね、結構今もう上がりっぱなしで、下がり止まりしちゃってるっていう感じだからね今ね、なかなか下がんないよね。なんていうのかな、下げ止まりしちゃってる感じ。だからこの後また増えていくのかどうかって全く分かんないけどね、どうなるのか。でもね、そんなんでまたあれだよ、その後また外出制限とかさ、もうみんな切れるっていう話でね、みんな切れるわ本当に。自分たちでさある程度さこうなんていうのかな、コントロールしてやるっていう方面でもう自由にしたらいいのにって思っちゃうんだけどね、逆にね。だってさそれでさもしさまた増えてさどうのこうのっつんさ、もう自業自得いやでもほんとそうよ。だってさフランスもさ、まあ日本もほら緩めたでしょ、なんか外国人に対して規制をね。でね、フランスはもともとその規制中の事態ないんだよ、ずっと。はっきり言ってしてないの。だから外からできないの、はっきり言って。で国境を閉めるってことがまずできないでしょ。でそれで外国人に対してコントロールっていうこともなんかさ、人権うんちゃらかんちゃらとかさ、ほんとうるさいからねこの国もね。だからやりゃいいのにやれないっていうわけよ。何言っちゃってんのって話だから。フランスはだから何のコントロールもしてませんよ、はっきり言って。普通に入ってこれるらしいっす。外国人の人がコントロールどこですかって聞くぐらい空港で何もないらしいっすよ。だからテストもなしで、そして2週間の自主隔離っていうのかな、もうなし。もうフリーダム。ありゃそうだよね、外からそんなんだったらもうあれだよね、そんなもうウイルスもフリーダムだよ。というわけでここまで来ました。いやもうねこれちょっと今これ編んでて思ったけど、やっぱりねこれちょっと見て、今これに編んでてね、ここ使うもんだから爪切ったわけ。またね爪切ったわけ。もうねここはやっぱりねパカッと割れてしょうがないから爪切ったわけで、ここも実は裂けてんだよね。裂けてんだけどこっちはねそれほど力が入らないからケッてならないし、髪の毛とかもねこう髪洗った時に引っかかったりしないんでそれほど気にしてないんだけど、こっちはねもうバキッていっちゃってね、やっぱりねダメだねこれね、本当にこのメリヤス編みをするともう爪が割れるわね。もう大概にしないと爪がやばい。
全然関係ない話しちゃったけど。というわけでね、フランスもね、この先またどうなっていくのかちょっと分かりませんが、しゃあないね。本当にどうなっていくのか。いつ日本に帰れるのかな。そうそう、だから日本聞いたわけよ。それどういうことって話なんだけど、要は在外の日本人、なんていうの、その入国を許可されたっていうか、その規制が緩んだね、外国人よりも在外の日本人の方が規制が厳しいってどういうことよ。帰る時のね、帰国する時のなんていうの、あれがコントロールが自国民に対するコントロールの方が厳しいっていうね。どういうこと？聞いてびっくりしたんだけど、それびっくりっていうかアングリっていうかなんていうか、どういうことっていう、ありえないっしょ。外国人スルーなのにさ、自国民厳しくしてどうすんの？意味不なんだけど。というわけで一瞬編んでまいりました。でここまで編んできましたが、この上をね、じゃあね、終わりにするために、ここはもう普通にあれにしよっか。普通にここはとりあえずあれだね、なんだっけ、なんでど忘れするんだね、細編みや細編み。ここは普通に細編みしていきます。ほんとなんか意味不だよね。自国民の方がなんていうの、コントロールが厳しいって。だからいや、なんつうの、同じ条件だったらいいと思うんですよ、別にね。それはしょうがない。外から入る人っていうくくりでさ、みんな同じでお願いしますっていう感じなら別に納得なんですよ。なんつうの、問題ないっていうかね。だけどさ、例えば私がじゃあうちの家人をね連れてね日本に帰ろうっつったらね、なんかいろいろな書類を要求されるらしいっすよ。なんか給料明細とか銀行残高証明とか、なんかそんな変な、あと戸籍証本みたいな、身分証明みたいな、なんかそういう書類とかなんか請求されるらしいっすよ。要求されるっていうかですって。あれだよ、自分の自国民の配偶者なのに。で緩和された某国とか大元のこの騒ぎの大元の某国とかから来る人たちはフリーなの？何それ、どういうこと？ちょっと分かんないんだけど意味が。今ねちょっと在外の中で話題っすよ、それ。ちょっとしたね、ちょっとした話題になってますよ。どういうことっつって。だからね、だからね、みんなねちょっと帰るの躊躇してる人とかちょっといるわよ、やっぱり。多分私がね一人で帰るとなったらそれほどねなんか書類とか要求のないんだろうけど、でも配偶者だよ。配偶者なのにさ、どういうことよ、そんなに要求されて。で緩和された人たちはそういう書類要求されてるわけじゃないよねって話で。でしかも私ら帰ったらテストを受けなきゃいけなくて、しかもあれだよ、2週間の自主隔離ですわ。基本的に公共機関乗れないし、いまだにね。それなのに緩和された人たち、某国を含める緩和された人たちはフリーダムなの？どういうこと？これはね、ほんとね、ないわって話だわ、本当に。ねえ、ありえないわ。というわけで、帰りたいなと思ってたんですけど、いつ帰るかちょっと分かんないからね、別にこの日に帰ろうと思ってたわけじゃないけど、そういうめんどくさいことが終わんない限りちょっと日本には帰れないわねっていう話でね。どうしよう、帰りたいのに。というわけでね、流行り病に関してはね、もうしょうがないね、もうね。もうしょうがない。状況をもう受け入れるというか、もう傍観するしかないっていうか、もうそういう感じだよね。なんか何にもできないじゃない。だってさ、自分で何かしたからってこの状況が変わるわけでもないし。そしたらもうね、今の状況を傍観して傍観中か静観中か傍観だよね、でもねでその状況でおいおいなんつうのなんつうのかな、その状況をそのまま受け入れて、ああそうですか、じゃあ今できることはこれですねっつって、それになんつうのかな、
それをなんか受け入れて対応していくしかないっていうか、もう本当何この世の中って話だよね。本当にどうなってんの本当。まあでも無駄に時間を過ごしたと思わないように過ごさなきゃねっていう話でね、要はね、無駄に時間を過ごしちゃったなって思わないように、やっぱりその時その時でこう自分ができること、自分が楽しめることを見つけて楽しむしかないよねっていうね、本当そういう感じ。だから家にいてできることって言ったら、まあまあ編み物筆頭にね、本当になんていうのかな、そうだね、まあ今はねいくらか外出れるからいいけど、ほら3時間で20キロ以内とか言ってんけどさ、まあそれはもう少し終わりで制限なくなるけど、そういう中で動ける時は動くしかないよね。はい、じゃあこれで全部ここまで編んだ。これで終了かな。終了かなこれで。ちょっと待ってね、最後だったらこの止め方じゃないんだ。そうだね、これでどうかな。こんな感じでここもう一段編んだ方がいいかな。どうしようかな。もう一段編もうかな。もう一段編んでみよう。もう一段編みますということで、じゃあね、これちょっともう一段編んでみます。